はいどうも、ストックロックです。以前作ったマーキングゲージに不満が出てきましたので、今日は作り直していきたいと思います。でね、どこに不満が出たかっていうと、ちょっとね、厚すぎたんですよね。例えば、今これ 9mm のシナベニア。これは今日使っていくものなんですけど、こういう薄い材料に使おうとすると、テーブルの上だと浮いちゃうんですよ。手が入るんですね。はい。なのでこれに例えば線を引くってなると下にねこう下駄を履かせて浮かせないと使えないんですよね。なのでちょっと煩わしさがあったので今回は薄い材料で作り直していきたいなと思っております。薄い材料でただ同じように作るだけじゃちょっと面白くないので今回は新たな機能をね追加して作っていこうと思います。某中国サイトで DIY 工具をいろいろね見てるんですけれども、そしたらね面白い形のマーキングゲージがあって、これいいじゃん、すごいナイスアイデアと思ってたんですけど、そしたらね Amazon の方にもなんか売ってるんだよね。ただ評価はめちゃくちゃ悪かったけど、なので今回はそのね、既製品の形を真似して機能を追加していくことと、こう今緩めて固定するような形をとってますけど、ここまでね僕がっちり固定されなくてもいいんじゃないかなと思っていて、以前使った100均のマグネット、あの辺りをうまく使って、固定できないかなと思っております。またちょっとやってみないとわからないですけど、今回は3つの機能を持ったマーキングゲージということで作っていきたいと思います。今回使うのはこのね 9mm 厚のシナベニア、これをねメインに使っていきたいと思います。でまずはこのシナベニアの方に毛が来ますんで、書き終わったらお見せしたいと思います。よし、できました。はい、こんな感じです。今回はこの図の通り三角の部分を作っていきたいと思います。要は円とかこういう角張ったもの、90度直角のものですね。このセンターにラインを引きたいってなった時に使うための、90度角の切り抜きですね。この部分を今回は作っていくっていうのがメインですね。でこれ同じものを2枚作っていきます。で線の引き方なんですけど、ほんと単純に45度45度ですね。これで90度なんで、ほとんどこのスコヤで引いてます。こいつはもうバッチリ45度のラインがありますんで、でこの横幅が 7.6 センチ、45度の線を引いて、この交わった部分はこの定規の幅が 2.5 センチだったんで、これに合わせました。これがこの交わるところで 2.5 センチ、ここから、45度で引いて、幅 7.6 センチの端っこから直角に線を引いてあげて、あと交わったところですね。はい、そんな感じでちょっと簡単な感じで線を引きました。正直この大きさが正解なのかどうかは知らないです。とりあえずこの形でやってみたいと思います。この斜め方向のカットなんですけど、結構これにね苦労される方も多いと思うんですが、こういうちっちゃいサイズにしてしまって45度にカットするっていうのはなかなか面倒なんですよね。こいつを固定しなきゃならないんで、材料が長いとクランプで材料を固定してあげればいいだけなので、ちょうどこの斜めが自分に対して直角になるような感じの向きにしておいて、ここをクランプでガチッと固定してあげればもうこれで動かないんで、あとは丸ノコ定規を当てて切るだけなんですけど、このままだと定規がこうカタカタになってしまうんで、必ず同じ厚さの今切った片割れの方で大丈夫なんで、これをね空白の部分に置いて定規が安定するようにしましょう。あとは線を合わせて、この角度が非常に重要ですね。今回はスコヤの45度の部分、これですね。これをしっかり当てて定規の向きを確認してください。カットラインと今毛がいた線が重なっていて、かつこの45度ぴったりの状態、この状態で切っていきます。結構ここ重要なのでがっちり合わせていきます。で次は逆にします。逆というかなんというか、はい、こんな感じです。これで綺麗にカットができます。であとはねアサリのないノコギリで落とせばいいだけなので、ここまでできちゃえば簡単ですね。OK、結構綺麗じゃねえかな。裏見たらちょっと割れてんな。いいか。
はい、こんな感じで綺麗にカットができました。あとはもうこの直角に端っこから順序よく1本2本3本4本と丸のこ定規で切って終わりです。はい、2枚こんなパーツができました。重ねてみると大丈夫だね。とりあえず元の形はできました。はい、次はこのパーツに定規を取り付けるための溝を掘っていきます。前回は定規に紙やすりを貼って上下に動かして削っていったんだけど、トリマーテーブルがあるんでね、せっかくトリマーを使ってちょっとだけ削っていきたいと思います。で、事前に定規のラインギリギリにカッターで線を入れてます。で、ここもど真ん中ではなくてちょっとだけこっち、ちょっとだけですよ。気持ちこっちに寄せてます。鉛筆とかでね、墨付けをするときに定規の真下って引けないので、ちょっとだけずらしてますね。本当に気持ちです。ちょうどペン先がこの角に来るように、そんな感じの設定にしてます。で、とりあえずこの幅はかなりギリギリで線を引いてるんで、多分このまま削ると狭いと思うんですけど、まずね、狭めに、広く切っちゃったらね、全部水の泡になっちゃうんで、まず狭めにいって、あとは微調整していきたいと思います。で、削る高さはね、もう1ミリとか1ミリないぐらいですね。よし、では行きます。案の定入らねえ。今ね、現状入んないんですけど、で、内側ではなくて、外側の方ですね。こっちをどんどんちょっとずつ拡張していきます。狭く引いたのでそうなんですけど、あとでも1ミリはないな。どうだろう。押し込めば入った。いい感じかも。はい、ちょっとかなりギリギリなんですけど、こうなってがっちり固定されてって、入るね。オッケーオッケー。よし、じゃあこれでとりあえず、溝掘りは完成ということで、次はですね、このまま使っていくと多分これ木が削れてって遊びが広くなってくると思うんですよね、きっと。なのでこの表面に接着剤を塗って若干コーティングしてあげようかなと思ってます。これがいいのか悪いのか分かんないけど、この繊維を固めるっていう感じで、いつものこのスコッチの耐衝撃用で薄くちょこっとだけ垂らしていきます。こんな感じで両サイド、本当に軽く塗るような感じで接着剤を塗り込みました。これで多分繊維の先っぽが固まってくれるので、若干耐久性が増したんじゃないかなと勝手に思ってます。知らんけどね、試したことないんで。はい、次はね、この動き、今でもだいぶ渋いんですけど、もっと渋くするためにですね、ここにマグネットを埋め込んでいきます。紙やすりホルダーの時に使ったこの 16mm のネオジム磁石ですね、こちらの方を埋め込んでいきたいと思います。掘りました。 16mm のバービットで掘ったんで、ぴったりですね。で、つらつらになるようにギリギリを攻めました。これできっと、定規の動きもうちょっと渋くなるはずなんで、この状態で接着剤で固定していきます。今ここにね、磁石を埋め込みました。で、これでかなり動きが渋くなるかなと想定してるんですけど、だいぶ渋いっすね。いや、いいかなこれで。いや、本当はこっちの上の方のパーツにも磁石を埋め込んで両側でサンドしようとしたんですよね。でもそこまでやっちゃうと次使いにくいかな、硬すぎて。これでも結構それなりに硬いんですけど、動かないしね、こうやってやっても。動いてるって言えば動いてるけど、どうかな。マグネットはね、1個でいいような気します。というのは、今このね、紙やすりホルダーの下側、これを使っていろいろ実験してたんですけど、これあんまり挟んでもね、そんなに変わらないですね、動きは。1個の時と。これでも十分硬いので、何かを当てても別にそんなずれないし、これでいいかな。で、もしもうちょっと硬くしたいということであれば、これ下を伸ばしてこうつけるべきですね。2個は片面でいいので。なぜかというと、例えばこういうことですよね。
こうした時の方が摩擦力というか動きは格段に鈍くなります。こっちのが重いんで、それが今回の実験で分かりましたね。なので挟めても意味がない。摩擦力を高めたかったらマグネットを縦に並べる。これの方が全然効果があります。ということで1個でいくっていう結論に至りました。なのでこのまま続行します。やった、作業が減った。じゃあ次はこれをもうドッキングしていきたいと思います。今回はもう定規を固定するっていう概念がこのマグネットにしかないので、このままサンドイッチにしてこの状態になるようにボンドで固定していきたいと思います。なんか今回もなかなか簡単な作業ですね。こんなもんでしょう。じゃあこれを固定していきます。よし、はい、いいかなと思います。この状態で乾くまで放置していきます。はい、もういいかな。十分仮止めはできたかなっていう感じですね。今の仮止めなので、まずここにね4点ビス止めしちゃいたいなと思います。長さ 15mm のビス買ってきてるんで、これで4箇所まずビス止めしてしまいます。ちゃんと綺麗に位置出そうかな。さすがに1センチ1センチの位置ぐらいでいいでしょう。このぐらいの厚さならね生きるんだけどね、この前作ったやつも。はい、こんな感じで4箇所、印をつけましたんで、ここにビス止めしていきます。あ、ちょっと待った、これ定規当たるじゃん。危ねえ、危ないわ。これは定規が当たっちゃうじゃん。このぐらいにしましょうか。危ねえ。今線を引き直しました。1センチの位置だともう定規が入る部分に当たっちゃいますね。それじゃ全然意味なくなっちゃうんで、今慌てて引き直しました。この部分にビスを打って固定していきます。よし、はい、こんな感じです。なかなか黒色が入るとちょっとだけ締まった感じに見えますね。なんか心なしか若干さらにきつくなったような感じはしますけど、まあちょうどいいんじゃないですかね。こんぐらいで結構な保持力でしょ。十分じゃないかなと思ってますね。こんなもんで全然このぐらいでいくないですか。実際こっちを使う時もなんか結局軽く止めた状態で使っちゃっていて、あんまりそんな強く締め込まないんですよね。なので、結果このぐらいが一番使いやすいんじゃないかっていう結論です。はい、ということで次は面取りの時間ですね。面を落としていきたいと思います。これもねトリマーテーブルでやっていきます。はい、こんな感じです。ここはねちょっと限界があるんで、ここは最後に手で整えたいと思います。よし、次はサンディングかな。このね角邪魔なんで落としていきます。はい、どうですかね。かなりツルッツルになりました。はい、ということでここまでできました。実はねサンディングかなり時間かかりました。というのはまずここの45度ですねのラインを正確に出すのと、こっち側の90度両方大丈夫なように調整すると1時間ぐらいかかったかな。結構ね苦労しましたね。でも今完全に45度のラインもしっかり出てるし、この直角のラインも正確に出てます。はい、ということで最後に色を塗っていきたいと思います。いやー真面目にね本当に時間かかりましたよ。こいつ削るのかなり精度にこだわったんで今回は時間かかりましたけど、もう一個は作りたくないかな。ちょっとめんどくさいですね。今日はまたねいつもの塗料の新色を買ってきました。マホガニーですね。これを試してみたいと思います。ちょっと赤系が入ってるのかなこれ。ちょっとでいいね。よし、では塗っていきます。茶色ですね。マホガニーだから茶色か。結構好きな色かも。よし、はい、こんな感じ。結構かっこよくないですか。ちょっとシナベニアで作ったんでかなりしょぼい出来になるかなと思ったんですけど、この色結構かっこいいですね。完全に色補正ですけど
で本当はねこっからもう一つ機能を追加しようと思ったんですけど、ちょっとあまりにも作業が大変で失敗してももう一個作る気にはとてもなれないので、これで終わりたいと思いますもう一個の機能は内緒です。よし、最後に使い勝手を確かめて終わりにしたいと思います。このマーキングゲージかなり使いやすくてお気に入りになっちゃったんで、今日はですねちょっと別ということで水性のウレタンニスですね、これを縫っていきたいと思います。この Amazon をパックンするような形で、普段はねあんまりこんなことしないんだけど、それだけねこいつの使い心地が良くてちょっと気に入っちゃったんですよね。ということで、軽く水性ウレタンニスを縫っていきたいと思います。よし、これで放置。はい、ということで、定規を装着するとこんな感じですね。なんか意外とかっこよくないですか、僕にしては。まず斜めの45度のラインですね。この状態でじゃあ線を引きましょう。線が適当。はいはい、こんな感じです。じゃん。最後まで線引けよって感じだけどちゃんと引けます。はい、でも本当に角からいい感じで出てるのがわかるかなと思います。で問題はこれにこのスコヤを当てた時ですよね。ビッと完璧でございますよこれ。よっ、下ガシッと当ててます。ガン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 。はい、どうすかね、ぴったりじゃないですか。これのね調整にねかなり時間かかったんですよ。でこの状態でこの次後ろ側ちゃんと平行、直角に引けてるかどうか、こっちの調整もしてみました。直角を確かめるのにこれもスコヤでいいか。はい、じゃあビーッと、はい、引きました。じゃあこれにスコヤを当てます。よいしょ。次はこうか。また下当たってますよ。ガン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 。はい、で今引いた線がこれです。ぴったりじゃないですかっていうね、これ2通りの使い方ができると。あとマグネットなんで、任意の位置これ適度な力で調整できますんで、例えば5センチ、はい、5センチだったらこの状態でペンを当ててピーッと引いてもらえればちゃんとした5センチのラインで引けます。でマグネットのね固定の力なんですけど、いいと思いますね僕は。どうでしょう。5センチのとこに合わせてぴったり合わせて振ってみましょうか。はい、この状態でビーッと振ってもほら、はい、5センチのままですっていう感じで全然動かないんで、僕はねこれぐらいで全然一番使いやすいかなって思います正直。5センチなら5センチでピーッと、はい、この方がね使いやすいですね全然。で今5センチ引いてもずれないんで、はい、ずれてないですよね。これぐらいのホールド力があれば全然問題ないって思ってるんで、今回はマグネットのみとしました。でもう一つこれ円でもね使えるんで、とんでもないもの持ってきましたけど、いつしかくり抜いたちょっとガタガタですけどね、これ円状のものを当ててもらえると簡単にセンターが出せますんで、ピッよ、はい、もうすでに穴開いてますけど穴ちょっとずれてますよね。こんな感じでセンターの場所も明確に分かりますんで、これが一番利用価値が高いのかなと思います。この形すごいいいですね。はい、ということで今回は新しいマーキングゲージを作ってみました。以前のね作ったものの方が作り方としてはすごく簡単なんですけれども、今回の方がいろいろとこういう45度測ったりね、マグネットだったりっていうことでちょっとさらなる追加の機能を加えて作ってみました。でこっちの方が正直時間かかってます。僕の腕が足りなかったからかもしれないですけど結構時間かかりました。そういう45度とか必要じゃないっていうことであればこっちでいいかなと思うんですけど、今回みたいにちょっと薄い材料で作った方がやっぱり使いやすいですね。こういう薄いシナベニヤなんかでもこうやって使えますんで、これだとね7ミリ厚ぐらいまでだったらそのまま地べたに置いても測れるかな。これだとちょっと分厚すぎてですねこんな感じになっちゃうんですね。はい、これ最初やりましたけど高さを稼がないとこういう風にスライドしたり測ったりできないってことで、今回はこういう薄い形のものを作りました。この簡単な方ね作るにしてももうちょっと薄い材料で作った方が結構利用価値が高いのかなと思いました。
で材料費は全然かからないのでぜひともチャレンジしてほしいなと思うんですけど、正直こっちより難易度は高いです。こっちの方が難しいですね。時間がかかるっていうのかな、手間がかかりますんで、もし時間があって作ってみたいって思う方がいれば同じように作ってみてください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも参考になった方はチャンネル登録、少しでも面白かったって方は高評価よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。またね。